ハッピーハロウィン。ハロウィンですね。皆さんはどのようにお過ごしでしょうか？楽しんでますか？今日はどんな話になるでしょうかね？今日は訓練の話をしようと思います。さて、どんな話にしましょう？こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。今日は心の訓練のお話です。心の訓練っていうのは結論から言えば超越瞑想をすることです。しかしそれは無理のない気楽な方法なので、一般的に言われている訓練という言葉とはちょっとイメージが違います。以前、心を活性化するという動画を作りましたが、その続きというか補足になります。超越瞑想の本では143ページあたりですね。電子書籍版では第3部、生きる技術の第2章、存在の技術の中の思考と存在の技術の後半のところになります。さて、あなたは心の訓練と聞くとどのように思いますか？何かトレーニングのようなものをするのかなとか、それって修行かな、あるいは何か教材を使って勉強したり、連想ゲームのようなことをやるワークショップみたいなものかなという感じでしょうか。そもそも訓練をするっていうと、その目的っていうのは何でしょうか。目的もなしに訓練しようとしても何をすればいいのか分かりませんよね。ここで言う訓練の目的っていうのはズバリ心が元気になって活性化し、想念の力が強くなるということなんです。それによってあなたが満足できるような達成を得たり、生命の目的を成就するようになります。そして先ほどもお伝えしたんですけれども、その訓練っていうのは超越瞑想を行うことです。今回の動画では、なぜ超越瞑想が心の訓練と言えるのかどうかについて解説をします。一般的に訓練っていうときついイメージがありますよね。大抵の人は訓練というと嫌がる気がします。中には訓練と聞くと喜ぶ人もいますよね。本当は超越瞑想は楽な訓練っていう表現でもいいんですけど、それだとなんだか効果がなさそうに聞こえますよね。訓練と楽にできるっていうのは反対のイメージがあるので、楽な訓練という言葉はあんまり使われないと思います。基本的に訓練っていうのは肉体を使うものとか脳の訓練っていうのもあるんですけれども、避難訓練のように手順を確認するというようなものもあります。いずれにせよ実際に体とか脳を使って体験するっていうことが大事ですよね。超越瞑想の説明としては、訓練という言葉は使わずに意識を活性化する方法とか心を活性化するテクニックというような表現をしています。実際超越瞑想は楽に座って心の中であなたに合ったマントラと呼ばれる音を思うだけという非常に簡単なテクニックで、誰でも楽に行うことができます。しかしその効果を見ると、まさにこれは訓練じゃないかっていうほどの画期的なものなんです。これは心を活性化するという動画の中でも解説をしたんですけれども、超越瞑想を繰り返し行うことで心が生き生きとしてきます。簡単におさらいをしておくと、いつも考えている言葉で認識できる領域、いわゆる現在意識っていうのがあるんですけれども、そこだけを使っている人が超越瞑想を行うことで、心の奥底にある純粋意識、あるいは存在と言われるものが現在意識の領域まで広がっていきます。この超越瞑想の本の中で、存在の技術っていうのは心の中に存在の状態を作ることと言われています。これだけ言われてもちょっと難しいかもしれませんね。存在の状態っていうのは、存在と呼ばれるものを理解しないと難しいんですけれども、すべてのものに含まれているあらゆるものの基盤、この世界そのものを構成しているようなものなんですね。
普通は存在っていうと、ここに存在してるとか、あなたが存在してるとかっていう表現で存在っていうのを使うんですけども、ここでいう存在っていうのは、その存在よりももっと大きなあらゆるものがそこにあるっていうような意味なんですね。で、分子とか原子とかそういうものでこういう物質っていうのは作られているんですけれども、この空気とか、机とかそうなんですけども、そうするとこれらを構成しているのは分子とか原子っていうことになります。存在っていうのはさらにそれらの分子とか原子を作っている法則とか構成要素のようなもので、存在がベースとなって全てのものが作られているようなものです。この理屈を知った人がもしこの存在っていうのを心の中に定着させたいという場合にはどのようにすればいいでしょうか。それはですね、超越瞑想を実践するだけです。これはとても簡単なことです。これに対してですね、意識的に存在っていうのを心の中に保っていこうという試みを行うような、人もいるようです。いつも存在っていうものを心の中に持とうとか、常に意識しておこうっていうことをもし行ったとしても、それだと心がちょっと忙しいですよね。また、気楽さもなくなってしまって緊張してしまうことにもなります。結果として本来の目的の活性化っていうものとは程遠いものになってしまいます。何かに専念することもできずに、思考そのものにも力強さがない状況です。私たちがもっと能力をアップしたい、楽しく過ごしたい、目的を達成したいと思った時には、いろいろな方法を試みると思いますが、基本的には無理やり努力をしてもそれを続けるのは大変ですし、やりたくないことをやっている時間っていうのは心に緊張が生まれてしまいます。もちろんその緊張した状態っていうのはリラックスした状態とは程遠いものです。超越瞑想はリラックスする訓練という人もいます。普段なかなか緊張が取れない人、いつも不安になっている人が瞑想中は静かな時間を持てるという方もいらっしゃいます。私の動画では超越瞑想を行うことでどのようなことが起こっているのかについての解説が多いんですけれども、実際はそれらを知らなくても結果は同じです。それはとても自然なことですし、自動的です。お湯を沸かすときに100度で沸騰するっていう知識があってもなくても、火にかければ水は沸騰します。知的な理解があれば応用も効きますし、興味深いっていうことがありますが、知らなくてもいいって言われればそうかもしれませんね。実際超越瞑想を行っている人たちが存在について熟知しているかって言われるとそういうことはないと、思うんですけれども、私の動画を見てなるほどって思う瞑想者の方もまたいると思います。超越瞑想ってなんだか難しそうだなって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、特に知識は必要ありません。超越瞑想を習うときっていうのはどのように瞑想するかとか、誰でも簡単でわかる話が中心ですので、ご安心いただければと思います。それでは今回の動画のまとめです。超越瞑想を行っていくうちに心が純粋意識や存在と親しくなってきて、やがてそれらが定着していきます。そしてそれらを維持しようと考え続けたり、それについて心に定着させようとする試み、あるいは努力っていうのは、かえって不自然で心が鈍くなってしまいます。心が活性化するというと、誰でも経験があると思いますが、自由で楽しく、不安もなく、嬉しい状態ですよね。言葉で言うと単純なんですけれども、実際はちょっと難しいって思う方もいらっしゃるようです。毎日のストレス、やらなければいけないこと、何か楽しいことをしようとすると、止められてしまうとか、意見が合わない人からあなた間違ってるよって言われてしまうとか、例を挙げるとキリがないんですけれども、要するに自由な感じがあるかないかっていうことですね。もっと自由になりたい。もっと自分らしく生きたい。心配のない人生を過ごしたい。
そういう希望はありますか？それらはどれも心が関わっています。心の扱い方によって目的が達成できるっていうことはわかると思いますが、そのために哲学、宗教、自己啓発の本やセミナーなどがこの世の中にはたくさん存在しています。しかし、心の問題っていうのはなかなか難しい点があります。考え方や気の持ちようを変えるっていうのは実際はすごく大変ですよね。お金に困っている人がお金を持っているところを想像しても、なかなかそうはなりません。言霊とか思いは実現するっていうのは実際にあると思うんですけれども、それも心の強さが必要だと思います。継続するっていうことも含めてですね。そういうわけで、そのようなものを全て含めた上で、心の訓練ということでいろいろとやっていくとすると、超越瞑想は実践が楽で、とても効果があるものですので、とてもおすすめです。簡単なので長く続けられるっていうことも特徴です。今日のお話はここまでです。もしまだあなたが超越瞑想を学ばれていないのであれば、ぜひお近くの瞑想センターの瞑想の説明会にご参加していただければと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。バイバーイ。